どうも、ババアです。ハク様です。そこそこ雨が降ってます。ジメジメしてやだね。季節外れの台風も発生してるみたいよ。何事もなく通り過ぎてくれればいいけど。川の水量はそこまで増えてない。注意するに越したことはないけどね。野良笹にも大粒の雨。野良笹って表現合ってる？知らん。相変わらず適当だな、おい。そういえば昨日の夜カーリバ入りしたけど、車のライトにビビって鹿が走り回ってた。雨の日って結構鹿が活発だよね。この葉っぱは鹿が食べたのか、青虫が食べたのか。今日のコンポストも栄養満点。いっそ畑じゃなくてここに種まけば？今日はおとなしいヨシヒコ。来週は避妊手術前の検診ですよ。ついに11月27日に手術予定です。それは呪術廻戦だし、ヨシヒコ女の子だし、病院のカルテの名前はヨシヒコにする予定。手術の前は毎回切ない気持ちになる。コンさんは去勢手術ですぐ退院できたね。昔はメス猫の手術は日数がかかってたし、体への負担も大きかったけど、最近は手術法が変わって負担も入院期間も軽減されてるらしい。だからヨシヒコも1日入院で済みそうですよ。おはようキジ。パン生地をキジと呼ぶババア。今日も朝からパン生地こねたろ。ババアの毎朝のルーティン。今日のパン生地は米ぬか 20%、加水率 65%。最近この加水率多めだよね。成形が必要なパンはこれくらいの加水率がちょうどいいです。そしてお掃除タイム。毎回掃除機に戦いを挑んでるよね。勇ましいヨシヒコだけど、避妊手術が終わったらおとなしくなるかな。多分ならないね。ババアもそう思う。そんじゃお返しします。今日も塩対応。強制的に反応させたろ。迷惑そうで草。買い物行こ暴風雨じゃん。雨にも負けずババアは買い物へ。宮沢賢治オツ。本日も卵をゲットしました。このチャンネルでは週末のみ、ここ川沿いリバーサイド、略してカーリバで米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。糖質制限ダイエットや糖尿病で血糖値コントロールをされている方のご参考になれば嬉しいです。よろしければいいねボタンとチャンネル登録、ベルマーク登録をよろしくお願いします。コメント欄にもご意見ご質問、ハク様かっこいいなどいっぱい書いてね。パン生地もがっつりと発酵したので成形してまいりましょう。今回は発酵しすぎて蓋に生地がくっついてたね。ガス抜き動画でバズり散らかそうと思ったけど、今回はできなかったな。過去のガス抜き動画そんなにバズってないからね。今回のパンはまあなんてことないパンなんですけど、猫の形のパンということに全振りした映え重視のパンを作ろうと思います。そういうの堂々と宣言するよね。完成してみたら結果映えてたみたいな謙虚さが欲しいよね。パンの中に詰める具材はウインナーとポテトサラダ。実はこれも海外の YouTuber さんの成形を真似たんだけど、海外の YouTuber さんはポテトとアンチョビを混ぜてたけど、アンチョビなんてね、手元にないからウインナーでいいんですよ。真似方雑だな。そういうところが失敗の元なんだよ。レンチンしたポテトにマヨネーズと合法パウダーとチーズを入れて潰していきます。でもまあババアの下にはアンチョビよりもウインナーの方が合うんだろうな。今回は猫の形のパンを12個作ります。ということは今日もオーブン2段焼きだね。そうです。家から持ってきた天板が役に立ちます。15分ほどベンチタイムを取ったパン生地を伸ばしていきましょう。でも猫型のパンってどうやって成形するの？まあ解くとご覧あれ。
まずは綿棒で楕円に伸ばします。まん丸じゃなくて楕円なんだね。そうしたらその上にまずはポテトサラダをオン。いい感じにブロック分けされてて草。そしたらその上にウインナーを乗せます。ウインナー1本丸々入りました。そしたらこれを包んで閉じていきます。ここからどうやって猫型になるのか不思議なんだけど。閉じ目をなじませるようにコロコロと転がしつつ端っこを尖らせていきます。端っこめっちゃ鋭いな。そしたら両端を上に持ち上げてグイーンと、ほら猫耳。すごい微妙な猫耳が完成した。やることはこれだけです。乗せて包んで尖らせる。この3ステップで猫が出来上がります。猫なのかな。ほら端っこを尖らせて上にグイーン。ほら猫が完成。まあ猫なのかな。30分ほど二次発酵したら猫をテッカテカにしてやります。猫が美肌になった。いつもは卵と油を混ぜたものを塗るんだけど、今回は卵と豆乳にしてみた。猫さんオーブンに入ります。本日も上下2段で焼いてまいりましょう。180度の上下ヒーターでまずは25分、上下を入れ替えながら5分ほど追い焼きしました。また余った卵で卵焼き。他に使いようがないもんね。まあおっさんも喜ぶし一石二鳥だね。ざっくりと整えたら旦那のおつまみ完成。ちょっと美味しそうなんだよな、いつも。サラダも完成したし、クランベリーヨーグルトのデザートも完成しました。最近これハマってるよね。今日のディップはマヨネーズとケチャップ。猫パンの上下段を入れ替えます。二段焼きは焼き目のバランスがちょっと難しいよね。今回卵と豆乳を混ぜたものをパンの上に塗ったけど、焼き色がいまいちだったんだよね。卵と油の方が米ぬかパンには相性いいみたいだね。さあ盛り付けたいんだけど、パンが熱くて熱くてパン同士もくっついてるし全然取れやしない。今日も手の皮膚弱々ババアが格闘してるね。素手でちぎれば一発なんだろうけど、トングじゃなかなか離れてくれない。毎回格闘してるよね。見かねて旦那氏登場。普通に素手で触ってるんだけど。絶対手の皮バグってるよね。さあ猫ちゃん勢ぞろい。なかなか可愛いんじゃないですか。悔しいけど可愛いな。ということで完成しました猫型のパン。ケチャップとマヨネーズを添えて。これ顔描けばもっと可愛いかもね。ということでいただきましょう。本日もコーラで乾杯。今日もコーラは買い忘れなかったみたいだね。まあ可愛い猫パンを前にベジファーストなんですけどね。パン食べる前に食物繊維摂取しとかないとね。今回は中にウインナーを1本丸々入れたから猫の形を成形するのにちょっと苦労したけど、ウインナーを刻んでポテサラと混ぜて猫型に成形したらもっと猫らしくなったかも。だから最初からレシピ通りに作ればよかったのに。でもほら猫っぽいよね。尖ってる耳がちょっと可愛いな。今度こそナイフで切って断面を見せようと思ってナイフを探してたけど、箸立てにナイフ入ってなかった。もう段取り悪いな。結局手で引きちぎる。まあ絶対ウインナーはバレないよね。ウインナーひょっこり。想像通りで草。そういえば旦那氏が何かおとなしいと思ったらパンの表面を削って顔を描いてた。怖えよ。お前が言うな状態のババアが毒を吐いたところで早速猫パン食べてみちゃおうかな。まずはケチャップにつけて。やっぱポテサラが入るとパンってめっちゃ美味しいよね。こういうジャンクな味ババアたち好きだよね。アンチョビポテトも確かに美味しいんだろうけど、やっぱりババアの下にはウインナーかな。安上がりでいいね。クランベリーヨーグルトのスイーツも相変わらず美味しかったし、今回も美味しくいただきました。ということでさようなら。バイバイ。